損して野田が比ではない国鉄第5代総裁石田礼介物語第10話石田礼介総裁の橋第10話目となります。今回は国鉄職員の給与が決して多くないとして専売公社の職員の給与を引き合いに出して国会で発言したことから専売公社の組合からクレームが来たというお話です。もっとも専売公社の給与に関して文句を最初に言ったのは石田総裁より8年ほど前に国道の委員長だけが発言しているわけですが、この時はさほど大きな話題にもならず、国鉄総裁が発言したということで、その影響力ははるかに大きかったのです。歯に衣を着せぬ物言いは、時に周りをハラハラさせるのですが、野党議員にも与党議員にも愛された国鉄総裁であったことは間違いないと言えましょう。むしろ政府委員がハラハラする国会での言動。この話は非常に有名なのでご存知の方も多いかと思いますが、専売公社の職員の待遇と国鉄職員の待遇がほとんど同じということはけしからんとして国会で発言したものですから、専売公社の全専売労働組合からクレームが来たという曰くのお話です。この時の様子は損して喉が比ではないでも語られていますが、参議院の運輸委員会で堂々としたもので以下のような話が残されています。衆参両院での石田の率直な発言は続いた。事務当局は政府委員はハラハラの指導士だった。そして3月5日、参議院予算委員会。この日、離れた席とマイクの間をたびたび往復する石田の姿を見かねて、田中角栄が空いている総理大臣席に座るようにと勧めた。石田は遠慮なくそこへ腰を下ろした。その石田に黒金官房長官がメモを渡してきた。提出せ、提出せ。大きく書かれている。総裁なんだい。田中が聞くので、そのメモをしたところ、田中は、構わない。やりなさいよ。石段してみれば言われるまでもないことであった。私は提出せは嫌いだな。提出せよという必要ないもんな。私の側に合わないですよ。変に奪うなんていうことはないけれども、何も自分を卑下して下げなくとも良いところを下げるなんてことはできません。という考え方である。いかにも岸田総裁らしい言動ですが、総理大臣席に座って堂々としている点などはなかなかできることではないでしょうね。物議を醸した専売公社への攻撃。専売公社はタバコを作って売ればよいが、国鉄の職員は命をかけて働いているのに、ほとんど同じ給料というのはおかしいじゃないかという発言ですが、この背景には上砂大社と言われた鶴見事故の件があったことは言うまでもありません。議事録を探していますと、当時の第46回通常国会3月7日開催の参議院予算委員会で発言されたものでした。該当部分の発言を改めて抜粋してみたいと思います。亀田徳次君、連略。そこで最後にあと5分でありますので、多少違った角度から総裁にご検討を願いたいという点があるわけです。それはいろいろな設備関係というものが安全運転を完成するのに、もちろんこれは必要なことでありますが、そこに働く人ですね。人の関係というものをもっと研究する必要があるのではないか。そういう点が案外抜かっているのではないかという感じがするわけですね。中略で大事な人命を扱っている常務関係の人なんですから、他の人命を大事にしてくれと要求する以上は、まずその人たちの人命を国鉄総裁がこれだけ考えているんだと、そういう温かいものが私は出てこなければいかんじゃないかという感じを持っているのです。そういう点について基本的にどう考えておられますか。説明員ということで石田礼介氏。私はこれはごもっともの質問だと思います。やはり事業は人ない。いかに運転、保安の設備を整えてみたところで、あるいは踏切の問題を解決していたところで、やはり結局は人なんです。ここで中略で、それからその次に私が考えておることは、これはまた総理大臣の了解でないんですが、待遇の問題です。私は今の国鉄の職員に対する待遇というものは、いわゆる参考者並みということになっておりますが、これは甚だ不公平だ。一体、専売公社の人間と国鉄の人間と同じように取り扱うなんていうのは、これは職務給というものを全然無視した考え方だ。これは私は今度の仲裁裁定に持ち出す考えであります。とにかく運転士なんていうものは、これは命をかけておる。専売公社の仕事なんていうものは、タバコを作っていればそれでいい。これは政府はやはり考えてくれないかと私は思う。
大蔵大臣がここにいらっしゃいますから、まず第一に私はこういうことを言って差し支えないと思う。国鉄の総裁と専売公社の総裁と同じ給料なんてそんなことがありますか？こういうことは私一文ももらっていないから言うんですよ。私は欲しいから言うんじゃない。決してこれは不公平な取り扱いじゃないと思う。例えば、専売公社の給料と国鉄の給料と比べてごらんなさい。ほとんど変わりありません。ところが、向こうは男80に対して女20でしょ。国鉄は男97に対して女3だ。この平均がほとんど変わらぬ。しかも、その仕事たりや、とにかく運転士やなんかの仕事を見てごらんなさい。夜中弁当を下げて、そして夜と昼もと間違えてやっておるような仕事だ。これは全然無差別、悪平等式の取り扱いをするというところが、人を使う道として間違っている。これは私は国鉄総裁の責任において、ぜひとも是正せにはならぬ問題だと考える。それで、例えば運転士が引き継ぎに行って止まってくる。そしてまた帰ってくるという場合の給与設備。その他の点についても、着々として改善をして、できるだけ彼らが本当に気持ちよく責任を持って仕事をできるようにしたいと。こういうようなことに考えておる次第であります。で、以上で引用を終わらせていただきます。ここで改めて国鉄の昭和30年代から40年代前半までの職員の死傷者数をグラフ化したものが右になります。グラフを見ていただくと分かるのですが、昭和30年代は特に多くの事故が発生していることをご理解いただけるかと思います。実際こうした死傷事故で多いのが、操車場における入れ替え作業であり、走行中の貨車に飛び乗ってブレーキをかけるわけですが、当然のことながら列車の到着と到着の合間に処理をせねばならず、24時間休みなく続けられる仕事でした。作業自体比較的単純とはいえ、走行する貨車に飛び乗るわけですから、非常に危険ですし、足を踏み外して、もしくは飛び降り損ねて、怪我をするなんてことは十分あり得るわけです。その結果、車輪に足を挟まれるという悲惨な事故が後を絶たなかったのです。そうしたことを知った上で、国鉄職員の給与を改定せよと迫るわけです。それが以下の発言でした。私は今の国鉄の職員に対する待遇というものは、いわゆる参考者並みということになっておりますが、これは甚だ不公平だ。一体、専売公社の人間と国鉄の人間と同じように取り扱うなんていうのは、これは職務給というものを全然無視した考え方だとなるわけです。で、質問者や回答代議士がむしろ石田をフォローすることにということで、こうした発言には質問者社会党の方がびっくりしてしまって、社会党の藤田進議員が以下のように問いなしたと記録に残っています。あくまでも石田総裁の発言は、専売公社の給与が高いということではなく、大蔵省所管の専売公社と比して低いのだと、むしろ質問した側がそれを問いなすという羽目になってしまったわけで、この発言はむしろ国鉄にしていれば痛快であったでしょう。当時のその発言を当時の参議院運輸委員会から再び引用してみたいと思います。藤田進関連、特に国鉄総裁の石田さんの発言というのは非常な影響を持つわけでございますが、先ほどご発言の中に例示されて、参考者5原業の中で特に大蔵大臣所管の専売公社を取り上げおられまして、内容を説明せられ、これと比較して国鉄は低いということであった。その真意は大蔵大臣、非常に敏感な人でありますから、所管の専売がどうも給与が高い。それをこれから一つブレーキをかけねばならないという作用を期待されているのじゃと思うのですが、今日、いわゆる可処分所得について論じられ、最低生活ということがむしろ論争になっている時で、専売公社の職員なり、あるいは総裁含めても結構ですが、これが高いのだ、下げろという趣旨じゃなくて、そういう比較論から見ても、なおかつ国鉄の方が劣る、質的にも危険率から見ても、したがって国鉄のあなたの傘下の待遇について論じられたのであって、専売が高くて困るということじゃなくって、そういう点に力点があったと私は思うわけですが、非常に将来問題を残しますので、この点の真意を一つ明確にしておいていただきたいと思います。ここでの石田礼介ね、総裁が出てくるんですけれども、説明員石田礼介。私がさっき申し上げたことは、これは言い過ぎかもしれぬ。
決して私は専売公社を下げて国鉄を上げろというのではない。いずれにしても国鉄の給与というものはいかに参考者に比べて劣っているか。要するにこれを上げないかということのために甚だどうも専売公社を桜宗五郎に言って愛すまなかったのであるんですが、申し上げたとなります。どうぞその点をご了承願いたいと思います。かように社会党としては想定していた以上の、答えが返ってきたわけで、それ以上言うことはなくなってしまったと。そういうことになります。ここでね、出てきました、桜宗五郎という人は、下総国桜藩領の、義民としてね、知られる人物というふうに書かれて、記録で残っています。ただですね、本当に存在した人なのかというのはですね、史実として確認できるものはないと、少ないというふうに書かれております。最初に質問した亀田徳一は、総裁から人の問題について随分積極的に温かいご答弁を伺いましたので、実は多少準備しよったわけです。人の問題について、あなたが非常に人というものを無視しておられるようなことをおっしゃれば、もう少しお伺いしなければならんと思っておったのですが、どうも逆のようでありますかということで、むしろ石田の発言をフォローするようになってしまったわけです。いかにも石田礼介らしい堂々とした発言でした。こうした発言は国土職員の励みに、ある意味で爆弾発言的な言動でしたが、国鉄職員には大きな励みになったようで、国鉄部内市の交通技術等でも称賛される記事が掲載されました。国鉄線という雑誌で名古屋駅長と石田総裁の対談の記事があり、ここでも以下のような感謝の言葉が述べられています。以下は国鉄線の記事、仕事を楽しみ熱を持とうから引用したものです。山内、かつて総裁が専売公社の職員とうちの職員とは仕事の内容が違うんだと、あれだけはっきりと、しかもズバリと事実を訴えていただいて、非常に職員自体意欲を燃やし張り切っております。実際、専売局の仕事と国鉄の仕事はまるでタッチが違うんですよ。仕事の範囲からでは問題にならない。専売局は単に国家の収入を増やすだけのことで、タバコなんてものは百害あって一撃なしだ。それに比べると国鉄の仕事はこれがうまくいかないか、いくかで、国の経済の発展に影響するという大問題ですよ。それにもかかわらず、いろいろな国鉄は劣勢下に置かれておったが、それを総裁が、それこそ信念と勇気、そして迫力を持って、政界と言わず、大会と言わず、報道関係、あるいは労働会と言わず、積極的に PR されて、今度の第3次長期計画を実行されたということで、非常に明るい希望で新しく入ってくるものともどもに喜んでおります。ということで、国土職員にも励みになったことは事実であったようです。この話、この後も続きます。最後までご覧いただきありがとうございました。次回は来週の水曜日にアップする予定にしております。どうかお楽しみにお待ちください。